んにちは。 Xbox 専門 VTuber のたくみしーなです。今回は10月前半に新たに Xbox ゲームパスに追加されるタイトルと外れるタイトルをまとめてご紹介していきます。毎度恒例ながら追加される時間は海外時間となりますので、タイトルによって日本では翌日になる可能性があるのでご注意ください。それではどうぞ。チバルリー2 10月4日からゲームパスに対応します。2021年6月に発売されたタイトルで、中世を舞台に最大64人による対戦が楽しめる一人称スラッシャーゲームとなっていて、基本的に戦闘は剣や斧、あとは弓矢などを用いて行われます。大人数対大人数でバラバラとした乱戦が楽しめるのが本作の魅力ですね。物理攻撃で戦うっていいですよね。私のようなとにかく敵地に全力ダッシュで突っ込んでいく脳筋歓喜なゲームですね。大人数必要なタイトルのゲームパス対応はゲーム人口の目線から見てもありがたいですよね。同じく対人ゲームのオーバーウォッチ2と発売が被ってしまいましたが、ゲーム性が異なるのでどちらも楽しく遊んでいきたいですね。他機種とのクロスプレイにも対応しています。メディーバルダイナスティ10月6日からゲームパスに対応します。 PC ゲームパスの方には昨年から対応していた本作ですが、新たに Xbox の方でも発売されます。中世初期のヨーロッパを舞台にした一人用のオープンワールド RPG で、主人公の若者が一文なしの状態から様々な技術を取得していき、数世代の長きにわたって繁栄を謳歌する王朝を作り上げていくようなゲームとのことです。野生の動物をハントして食料を入手していくようなサバイバル要素もあり、水や資源などを自身で調達しながら村人たちとの交流を深め、自分の家を、村を、そしてゆくゆくは王朝を作っていくとのことです。PC 版の方は日本語対応していました。イービル10月11日発売日初日からゲームパスに対応します。なんとなくゲームのロゴや見た目の雰囲気とデザイン的にケーブルのような印象を受けますが、こちらはオンライン最大12人で楽しめる人狼ゲームとなっていて、プレイヤーは様々な固有スキルを持つ村人側とマーダラーと呼ばれる殺人者とに分かれ、マーダラーは隙を見て村人を倒していきます。そして倒された村人が発見されたら、広場に集まって誰がマーダラーかを意見し合って投票で決めるという流れとのことです。また倒されてしまった村人も幽霊としてユニークな能力を使用することができ、生存しているプレイヤーに影響を与えることができるみたいです。人狼系か。アモングアスの中世ファンタジー版って感じですかね。私、人狼はよく騙されて負けちゃう下手な方なのですが、仲間内で集まって遊ぶと盛り上がりますよね。ストア情報によると日本語に対応しています。コスチュームクエスト10月11日からゲームパスに対応します。2010年に Xbox 360で発売された RPG で、制作はサイコノーズなどのダブルファインプロダクションが手掛けています。ハロウィンを題材にした子供向けの RPG なので、このタイミングでのゲームパス入りなのかなと思います。以前ゴールドメンバー向けに無料配布されたタイトルですので、すでにお持ちの方もいるかと思います。日本語対応はされていません。スコーン10月14日発売日初日からゲームパスに対応します。世界に突然投げ出されたらが今作のコンセプトということで、悪夢を絵に描いたような世界を孤独にさまよいながら複雑に入り組んだ世界を探索していく一人称視点のグロテスクホラーアドベンチャーゲームです。
迷路のような入り組んだステージを自由に探索し、パズルを解いたりして進めていくオープンエンド型のゲームとなっています。もともと10月21日発売の予定でしたが、急遽発売日が1週間早まり、14日リリースとなりました。2014年から開発が始まり、2016年に発表された今作ですが、ついにようやく発売されますね。ずーっとどんなゲームになるんだろうって発売を楽しみにしていました。もともとペルソナ5ザ・ロイヤルと発売日が被っていたので、どうしようって思っていたのですが、ほっとしましたね。そして10月15日をもってゲームパスから外れるタイトルはこちらの6タイトルとなります。オープンワールド借金返済 RPG のザ・グッドライフが外れることになります。こちらは Xbox 360や Switch などでも発売されたレッドシーズプロファイルや Xbox One ソフト D4 の制作者であるスエリーさんの手掛けた国産タイトルで、世界一幸福な街と呼ばれるイギリスの田舎でスローライフを堪能できて、例えばエモい写真を撮影し、それをゲーム内の SNS に投稿してエモいの数に応じてお金がもらえたりする面白い作りのゲームですね。借金返済をしていく中で数々の奇妙な謎や殺人事件を解決していく流れのゲームとなっています。他には雰囲気やビジュアルが非常に素敵なオープンワールドをバイクで探索するアドベンチャーゲームタブレは2021年9月に発売し、発売日初日からゲームパスに対応され、その時点から日本語対応がアナウンスされていたのですが、丸1年音沙汰がなく、ようやく今年末に日本語対応の告知がされたのですが、まさかのこのタイミングで外れる形となりましたね。そして今回外れるタイトルの中でも一押しなのはエコージェネレーション。ボクセルアートで描かれたオーソドックスな RPG なのですが、背景やビジュアルの書き込みが非常に細かく、とても綺麗で見惚れてしまうような美しさと、ダークな演出や奇妙なモンスターなどが見事に融合していて、素晴らしい世界観のゲームでした。戦闘システムはターン制なのですが、タイミングよくボタンを押すことによってダメージが増えたり、ガードすることができたり、時には戦闘中に動き回って敵の攻撃を避けたりするようなアクション性もあり、飽きずに楽しむことができました。レベルアップ時には好きなステータスを上げることができます。仲間のキャラクターたちも猫や犬、タヌキやロボットなど可愛らしいメンバーから好きなお供を選べてよかったです。私は回復役の猫ちゃんが仲間になるまで戦闘難易度がややきつかったのですが、猫ちゃんが仲間になってからは安定して進められるようになりました。日本語に対応していないのが唯一の欠点で、私自身日本語対応されてから遊ぼうなどと思っていたのですが、今回日本語化される前にゲームパスから外れる形となりました。実績コンプまで6時間ほどで一気に遊んでしまうくらい楽しかったので、もし英語でも遊びたいって方いましたら、ぜひ触ってみてください。他にはアクションゲームのブラッドルーツやローグライクゲームのリングオブペイン、FPS のイントゥーザビットが外れることになります。ということで、今回は10月前半にゲームパスに追加されるタイトルと、そして外れるタイトルをご紹介しました。私のチャンネルでは今後も Xbox 関連の動画を公開していきますので、よかったらチャンネル登録と高評価していただけるとすごく嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。またねー。